今回は前回ウルールネイルをやった時にウルールの部分に気泡を入れたら面白いデザインができるんじゃないかというふうに思ったので、今回はそのウルールの部分に気泡を入れたデザインで楽しんでみたいと思います。そしてその気泡をメインにしていきたいので、クリア感のあるカラーにしていきます。クリア感といったらブリーディングインク、あとはピグメントリキッドですね。このカラーを使っていきたいと思います。まずはそれを作っていきますので、クリアジェルにですね、ビューティーネイラーのピグメントリキッドのちょっと赤茶みたいなカラーをですね混ぜていきたいと思います。このインクカラーは本当に少量でですね結構色がですねはっきりと出るので、クリアが3に対してカラーは本当に 0.5 ぐらいもちょんとつけるような感じぐらいでですね混ぜていただくといいです。それだけで十分色が発色してクリア感が出てきます。ではまず今作ったカラーはですね塗っていきたいと思います。カラージェルを薄めて作っていくクリアジェルとは違ってですね、本当にこういったインクで作っていくジェルに関しては本当にどんな風に塗っていただいてもクリア感が出てくるので、通常通りですねカラーを塗るような感覚で塗っていただければ問題ないです。ただ濃い部分と薄い部分ムラができやすくなってきますので、それだけですね全体的に統一するような感覚で塗っていってください。クリア感のあるカラーってジェルを薄めて作っていただいても十分綺麗なカラーにはなるんですが、やっぱり透明感を強くしていこうと思ったらこういったインクカラーをですね使っていただくと本物の透明感が出てくるというような感覚になってくるので、ぜひですねこういったブリーディングインクとかピグメントリキッドをですね少量混ぜてクリアジェルと透明感のあるカラー作っていただくといいと思います。これから夏にかけてもですね楽しんでいけるカラーの一つだと思います。では今回はですねこの状態でもう1回ですねトップジェルでコーティングして仕上げてしまいます。そしてこのトップジェルに関してもクリア感のあるカラーを使った時はちょっと多めにですねトップジェルコーティングしていただいた方がよりですね透明感が増してきますので、少し多めにですねコーティングしていただくといいと思います。そしてこの光のラインもですね綺麗に出していただいた方が透明感が強くなってきますので、しっかりと光のライン爪先から根元にかけて1本筋ですねピシッと引いていただくといいと思います。硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形まで整えていきます。今回ですねカラーを塗ってトップで仕上げただけなので、正直そんなに形がですね崩れているといったことはないと思うんですけれども、この形の整えでサイドのラインをですね本当にファイルを 1,2 回通すだけで本当にシュッとした形でですねかっこよく仕上がってきますので、必ずですねファイルはこのように通していただくといいと思います。では早速気泡を作っていきたいと思います。私の愛用しているネイルタウンのアイシングジェルの中にですね先ほどご紹介したインクカラーを混ぜて作っていきたいと思います。ウルールみたいな感じでですね結構膨らみをつけていきますので、ある程度の塊で取ってあげてください。そしてこのアイシングジェルの中にですねこのブリーディングインク混ぜていきたいと思います。で先ほどのベースよりですね本当に少なめの量でですね1滴入れていただいて、爪楊枝の反対側を使ってですねトン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 と叩くようなイメージで混ぜていってください。で大きくトン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 とやると気泡がこんな風にですね入りやすくなりますので、大きく動かして混ぜてあげてください。いつも通常にですねカラージェル調色するときはヘラみたいなミキシングスパチュラでこするような感じで混ぜていくんですけれども、それだと気泡が入りにくくなりますので、爪楊枝でトントンと空気を大きく入れるようなイメージで混ぜていただくのがポイントになってきます。そして気泡があるところをですね狙って爪楊枝で取っていただいて、お好きなところに置いてください。爪のその状態で素早く硬化していただいて、これだけでも十分ですね本当にウルールみたいな感覚でプルンとしていて可愛いんですけれども、ちょっとアクセントをですねつけていきたいので、今回はワイヤーをですね周りにリングみたいな形で入れていきたいと思います。このワイヤーを入れることによってアクセサリーみたいな感じにも見えてきますので、アクセサリーみたいにしたい方はですねこのようにワイヤーとかを使って入れていただくといいと思います。よく見ていただくと気泡がですね細かな気泡が結構入っているので本当にこれだけでも素敵なんですけれども、もっとたくさんの気泡をですね確実に入れていきたいなという時には
ジェルとかって気温がですね高いと気泡が結構潰れていってしまうんですけれども、低い温度のところ、冷たいところだと気泡ができやすくなりますので、このアイシングジェルをですねちょっと冷蔵庫とかに入れていただいて、でちょっと冷たくなったところで爪楊枝でトン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 と混ぜるような感じでやっていただくと結構気泡がですね入りやすいかなと思います。こんな感じで出来上がったら最後ですね艶出し感覚で色ジェルのグロッシートップジェルをですねしっかりとコーティングしてあげてください。でせっかくこんな風にですね膨らみ凹凸感をつけているので、この凹凸感をですね半減しないようにこの凹凸のこの境目のところはですねしっかりと艶出しのジェル拭うような感覚でやっていただくといいと思います。プルンと立体に出していくところにあえて気泡を入れた気泡デザインを作ってみました。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。アイシングジェルでこんな感じで膨らみをつけていくとき気泡が入ってしまうのでちょっと邪魔だなとちょっと前までは思っていたんですけれども、あえて気泡をたくさん入れていったら逆にちょっと可愛いデザインができるんじゃないかと思って今回ですね実験がてらデザインを作ってみました。クリア感のあるカラーを使うことによってこの気泡もすごく引き立って、これから夏に向けて本当にいろいろなカラーで楽しんでいけるデザインの一つだと思います。ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日我が家のおてんばした娘が幼稚園から粘土を持って帰ってきたので、その粘土を使って何か作ろうとうるさいので、じゃあちょっとだけねと言って遊んであげたんですけれども、我が家はこういう時でもどんな時でも何かにつけて勝負をするのが好きなんですが、旦那と私そしておてんばした娘の3人でリンゴと人参を作って誰が一番上手かを仲娘に決めてもらおうと勝負をしたんです。誰が作ったというのは伏せて仲娘に見てもらったんですけれども、遊んであげると言いつつ大人が本気になってしまうんですが、なので私と旦那のちょっと真剣勝負みたいな感じになってしまいまして、見事私が優勝したんですけれども、おてんばした娘はもうそれにまた怒ってしまって、だって作れないもんと、その時はすごく怒っていたんですが、次の日よっぽど悔しかったのかまた一人でリンゴと人参を作っていたんです。そして昨日のとはまた違って私たちの作っているところをちゃんと見ていたのか、リンゴのこのヘタの部分と人参のこのヘタの部分ですね、そこに私も旦那も穴を開けて入れていたんですけれども、そこをちゃんと真似していて穴を自分なりに開けて入れていたんですけれども、そのヘタがやっぱり取れてしまうという。だけど昨日に比べてすごい上手になっていたので、子供はやっぱり負けず嫌いの子が多いですよね。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。